日本を訪れた外国人は日常の中の日本人の行動にしばしば驚きを覚えます。家に入るときに靴を脱ぐ。電車の中が驚くほど静かだ。人々が自然に列を作り順番を守る。チップがなくても丁寧なサービスが受けられる。そしてゴミを細かく分けて捨てる。どれも日本では当たり前の光景だが、外から見るとどうしてこうなるのかと不思議に映る。しかしこうした行動には長い歴史や生活の知恵、社会の仕組み、そして日本人が大切にしてきた価値観が深く関わっています。今回は外国人が抱く日本人の不思議の理由を探ってみましょう。靴を脱ぐ習慣のルーツと畳文化の成り立ち。日本で家に入るときに靴を脱ぐ習慣は単なるマナーではない。これは何千年にもわたる暮らしの工夫が積み重なってできた文化なのです。縄文時代の竪穴住居では住まいに区画や床が生まれ、この時期に内は正常、外は不浄という考え方が芽生え始めました。弥生時代に稲作が広がると高床式倉庫が普及しました。穀物を湿気や害獣から守るために床を高くするという考え方が建築文化に取り込まれていったのです。平安時代になると神殿作りとともに畳が登場します。畳の上で座り、畳の上で寝る生活が上流階級で定着していきました。畳は調湿性とクッション性に優れており、床に直接座る生活様式と畳は深く結びついています。こうした床文化の下では外の汚れを室内に持ち込まないことが重要になり、そのため履物を脱いで上がることが自然な行為となったのです。神社や宮廷での清浄感もこの習慣を強めました。こうしてそれは儀礼的な意味を持つようになったのです。江戸時代には長屋や町屋の構造、都市生活の密集、衛生観念の発達により玄関で靴を脱ぐ習慣が庶民にも広がっていきました。この時期に現代の形がほぼ完成したようです。稲作社会では資源と空間が限られていました。平地が少なく良質な建材も限られていたため、家を大きくする余裕はありませんでした。その結果、同じ部屋を多目的に使う必要が生じたのです。布団や座布団といった持ち運び、収納がしやすい寝具や可動式の間仕切りが発達しました。昼は今、夜は寝室といった使い分けが容易になり、畳と布団の組み合わせが合理的な暮らしを支えたのです。現代でも旅館や座敷、畳席のある飲食店では土足現金を多く見かけます。これは畳の保護や清潔性のためだけではなく、靴を脱ぐことで心が切り替わりリラックスできるという文化的な感覚を演出するためでもあるのです。つまり靴を脱ぐ習慣は清潔や実用性に根ざしつつ、宗教観や建築、生活様式が重なって育まれた暮らしの知恵なのです。また家に入るたびに靴を脱ぐ日本では素早く脱ぎ履きできる履物が求められました。そのため足を滑り込ませるだけで履け、鼻緒から足を抜けばすぐに脱げる草履上げたが広く定着していきました。さらに草履上げたは脱ぎ履きのしやすさだけでなく、湿気の多い日本の気候にも適しており、濡れても乾きやすく蒸れにくいという利点もありました。こうして日本の靴を脱ぐ文化と鼻緒の履物文化は生活の中で自然に結びつきながら発展していったのです。公共の静けさのルーツ。電車内やエレベーターで静かにする習慣は単一の原因から生まれたわけではありません。歴史的な礼節感、社会規範、都市の物理条件、教育や制度的な働きかけが重なって形成されたものなのです。日本では古くから他者に迷惑をかけないことが美徳とされてきました。場の空気を読み調和を保つ行動規範が社会に根付いています。この価値観が公共空間での節度ある振る舞いを受け入れやすくしました。静けさは無言の合意として機能するようになったのです。近代以降の都市化により多人数が狭い空間を共有する状況が日常化すると、混雑した車内や密閉されたエレベーターでは音がすぐに広がり不快を生みます。そのため静かにすることが合理的なルールとして定着しました。音を抑えることは互いの快適さを守る実用的な配慮なのです。学校や家庭でのしつけ、
鉄道会社のマナー啓発がこの習慣を支えました。アナウンスやポスター、キャンペーンが子供の頃からの社会化を促し、近年は感染対策として木条が推奨され、静寂が衛生、安全の観点からも支持されました。一方で、静かにしなければならないという空気が強すぎて息苦しさを感じる人もいます。海外には電車内で会話や通話が普通の国もあり、公共の場でどの程度の静けさが求められるかは国によって大きく違います。日本の静けさは周りへの思いやりと混み合う場所で静かにする必要性から生まれた習慣なのです。列に並んで順番を待つ文化のルーツ。日本で列に並ぶ、順番を守って待つという行動は長い歴史の積み重ねで形成されました。これは単なるマナーではなく、日本の社会の仕組みや価値観の中で育ってきた行動です。江戸時代の都市生活はその大きな要因でした。江戸は世界でも有数の人口密集都市で、井戸の水汲みや銭湯、芝居小屋、米屋の量り売りなどで順番待ちが日常でした。混雑の中で秩序を保つためには列を作り、順番を守ることが合理的だったのです。この生活習慣が行列文化の原型となりました。村社会では用水の利用や農作業の持ち回りなど、順番を公平に回す仕組みがあり、順番を守るイコール共同体を守るという意識が根付いていました。明治以降、鉄道や郵便局、役所などの公共サービスが導入されると、列に並ぶことは制度として明確化されました。特に鉄道の整列乗車は、列に並ぶイコール公共の秩序という意識を広めました。戦後の学校教育では、朝礼や給食、体育、避難訓練などで並ぶことが徹底され、身体感覚として習慣化されたのです。現代の日本は人口密度が高く、公共交通の利用者も多い。混雑をスムーズに処理するためには、列を作ることが最も効率的なのです。合理性と文化的価値観が一致したことで、列に並ぶ習慣は次第に当たり前になっていきました。社会を円滑に動かすための知恵と他者への配慮の文化が融合した結果なのです。丁寧なサービス文化のルーツ。日本でチップ制度が広まらない一方で、チップ以上のサービスやホスピタリティが提供される背景には、長い歴史と深い文化があります。これは単なる親切心ではありません。長年の商習慣、宗教的な価値観、近代化の過程が重なって生まれたものです。江戸時代の商人文化では、信用が最大の資産と考えられていました。商人は客に誠実に接することを商売の基本とし、丁寧な応対はまた来てもらうための重要な手段でした。この商人の考え方は商人道と呼ばれ、現代の接客業にも影響を与えています。神道や仏教に根ざす清浄感や奉仕感も大きな要因です。神職や僧侶が訪れる人に丁寧に応対する姿勢は、相手を敬う精神を社会に広めました。和を整え、相手を尊重する態度が日常の振る舞いとして受け入れられました。明治以降の近代化は、公共サービスの質を重視する風潮を生み、鉄道や郵便、旅館といった分野でサービスの標準化が進みました。特に旅館業ではおもてなしが競争力となり、細やかな気配りが業界の常識になりました。戦後の高度経済成長期には、百貨店や鉄道会社が顧客第一主義を掲げ、マニュアル化された丁寧な接客が全国に広がりました。その結果、丁寧に接客するのが当たり前という社会規範が形成されました。日本でチップ文化が根付かなかった理由は複合的です。第一に、高品質なサービスは個人の裁量というより、組織の教育や仕組みの成果とみなされます。第二に、個人的なお金のやり取りは賄賂やエコひいきと受け取られやすいという社会的な敏感さがある。第三に、税制や働き方の仕組みと合わず、現金チップは制度上の問題を生みやすい。第四に、サービス料や心づけといったチップの代わりになる仕組みや慣習がすでにある。最後に、感謝を言葉や所作で示す文化が強く、金銭で評価する発想が必ずしもなじまない。日本では金銭よりも言葉や所作、組織としての価値で
サービスを評価する習慣が定着しました。職人気質や細部へのこだわりが接客に反映されるのはそのためです。総じて日本の丁寧なサービスは商人の信用文化、宗教的な正常感、近代サービス業の発展、職人気質、そしてチップを必要としない社会的、制度的条件が重なって生まれたものなのです。チップがなくても高品質な接客が提供されるのは、この歴史的背景と社会的合意が深く根付いているからなのです。ゴミ分別文化のルーツ。日本でゴミを細かく分別する習慣は、長い歴史の中で育まれた資源を無駄にしないという生活の知恵に由来します。江戸時代の都市生活はその象徴でした。江戸は人口が多く、資源が限られていたため、古着や紙、金属、灰などが徹底的に再利用されました。古着は仕立て直され、最後は雑巾になり、紙は回収されて再生紙に生まれ変わり、壊れた鍋は職人が修理しました。江戸の町には回収業者が多数存在し、捨てるという概念が希薄でした。この循環型の暮らしが、現代の分別意識の土台となりました。日本は資源が乏しい島国です。木材や金属、燃料など、多くを輸入に頼ってきた歴史があります。そのため、使えるものは使い切る、素材ごとに分ければ再利用できる、という発想が自然に根付きました。明治から昭和にかけて都市化が進むと、ゴミ問題が深刻化し、衛生管理のために収集制度が整備されました。燃えるものと燃えないものの区別が導入され、工業化の進展とともに金属やガラス、紙などの資源回収が国家的に推進されました。戦時中には金属供出や紙の回収が行われ、資源を再利用する仕組みが強化されました。高度経済成長期にはゴミが急増し、埋め立て地の不足や環境汚染が問題化しました。これを受けて、自治体が分別を細分化し、リサイクルと減量を目的とした制度が整えられました。1990年代以降は、容器包装リサイクル法などが制定され、全国的に分別が義務化されました。さらに日本社会には、自分の出したゴミが他人に迷惑をかけるという意識が強く、こうした価値観が分別を揺るがない習慣として根付かせています。日本のゴミ分別文化は、江戸のリサイクル社会、資源の乏しさ、都市の衛生管理、近代のリサイクル政策、そして他者へ配慮するという文化が重なって生まれたものなのです。細かな分別は単なる環境意識ではなく、日本人の生活の知恵と社会の仕組みが育ててきた文化そのものなのです。今回の動画はここまで。このチャンネルでは、学校の授業では学ばない日本の歴史にまつわる面白い話や興味深いエピソードを投稿していきます。楽しんでいただけましたら、高評価とチャンネル登録お願いいたします。とても励みになります。それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。